おかえりなさい、幸せ右脳へ。今回は左脳をオフにして右脳の意識を発動させるある動作についてお話しします。最初に言ってしまうと、ある動作とは繰り返しの動作です。詳しく見ていきましょう。古来からある道と名のついた技術、例えば弓道では無心を目指すのだそうです。的に当てるのではなく、的に当たる弓を引く。そのために徹底して動きの指導を受けます。立ち方、足の開き方、呼吸の整え方、気力の満たし方、弓を上げ、そして矢を引き、心身と弓矢が一体となり、当てたいという欲望を捨て、不動の心とともに何かが満たし、そして熟した果実が落ちるように自然に指から矢が離れていく。無心であればそのような弓が引ける。それを目指すのが弓道である。正しい動きを師から習うまま素直な心で動きを繰り返しなぞり続ける。体の運動神経と脳の神経回路が同期を繰り返し、やがて体の運動神経の方から脳の別の回路への道が開く。それは自我のある左脳側の束縛を超え、右脳にある本来の意識とつながる。私を超えた何かが現れ、これまでなぞってきた動きを通って、その何かが矢を放つ。当てようという心のない、当たる弓が引かれた。つまり、繰り返す動作は左脳の意識システムをオフにし、鍛えた身体神経から右脳の意識システムを発動させる。無意識が意識を超えて発動してくる。個人の心を超え、もっと大きな何かが自身の体を通じて発露する。私たちは普段左脳意識で生きていて、その日常ではエネルギーを再生できないでいるのです。そこで左脳意識のレベルを下げ、右脳意識を自由にして表面に出てきてほしい。そのために有効なのは集中と繰り返しの動作です。集中と繰り返しの動作には左脳意識をうんざりさせて催眠のような状態にさせる効果があります。同じ動作を運動神経に記憶させ、その神経を鍛え、そして高い集中力からの左脳意識の低下を起こします。その身体神経を通じて右脳意識が目覚め、表面化し、発露します。私たちはずっと左脳意識に取り囲まれていて、右脳意識の存在すらも感じられなくなっている。するとエネルギー不足になる。左脳由来のストレス物質が身体を満たし、
健康を損なってしまう。私たちは皆自己の内側で神に会いたいのです。ほんの少し昔に遡れば、祭りの太鼓や笛の音、盆踊りの単調で流れるような繰り返しの動きがありました。節目を祝う行事があり、先祖の法事があり、人々の触れ合いがあり、自然が身近にあり、ドロドロに汚れたり、びしょ濡れになったり、生々しい生命があったのです。現代はコンクリートやガラスに囲まれて清潔ではありますが、生々しさに欠けた生活を送っています。今まさに私たちの内側では強い生命エネルギー、停滞したものを洗い流すような神様の発露を体感したいという欲求があるように思います。そのキーとなるのが集中と繰り返しの動作なのです。集中と繰り返しの動作には左脳意識をうんざりさせて催眠のような状態にさせる効果があり、同じ動作を運動神経に記憶させ、その神経を鍛え、そして高い集中力からの左脳意識の低下を起こします。その身体神経を通じて右脳意識が目覚め、表面化し発露します。最後に、右脳意識は神とイコールなのでしょうか。その答えはぜひご自身で体感してみてください。人生最高の日になると思います。